皆さんこんにちは、五野へみきです。今日のテーマは目線です。たくさんの人の前で話すときってどこを見ていいのか、どなたを見ていいのか、難しいですよね。目線の正解がわからない、こういったご相談は多いですね。あとは目が合ってしまった時にドキッとしてしまって原稿考えていたことが飛んでしまった、そういったご質問ご相談をいただくこともありまして、今日は目線をテーマにお話ししていきます。で、ちょっと規模感によって持っていく基本の目線が変わるなと思いまして、想定シーンを3つ、考えました。この想定シーンを1つずつご紹介していきます。スピーチトレーニング。それでは想定シーンその1、2、30人対面人前トークのパターンですね。例えば会社で朝礼をする、会社で同僚の方々に向かって対面で朝礼でおしゃべりをするという時は、2、30人人前対面トークになりますね。あとは教室で先生が生徒に話す授業をするという時ですとか、あとは保護者会で保護者代表として生徒さん保護者の方々に挨拶をする、そんな想定シーンの、2、30人対面人前トークの時の目線です。基本の目線、おすすめの目線は一番後ろの真ん中の方を見るがおすすめです。これ一番後ろの真ん中の方を見ることで、なんとなく皆さんを見ているように見えるという狙いがありますね。でこれ一番前の方が一番リアクションが多かったりするっていうことあるんですけれども、前の方ばっかり見ていると後ろの方は自分に話しかけてくれている気がしないものなので、できる限り後ろの方に目線を基本的には持っていけるといいですね。で人前で何か話すときというのは問いかけを入れるといいですね。問いかけ、例えばですね、会社の朝礼テーマフリー、自分はストレス解消法について話したいという時に何か問いかけを入れるとします。例えば、自分なりのストレス解消法皆さんはありますか？この問いかけを入れていくとします。そういう時は基本の目線からずらして皆さんを見渡していくんですね。目線としてはこういう感じになる。で、どなたか手を挙げてくれたりとか、うんうんってうなずいてくれる、リアクションをくれる方がいたら、そちらにこうやって向かう、見るってことですね。目線を向っていって、で、ありますかみたいな感じでリアクションを入れると、とっても自然ですね。それから原稿を持つときですね。原稿を持つこと自体は全然悪いことじゃないんですけれども、ずっとこうやって原稿を見てしまうと、そうですね、聞き手に対して話しているというよりも独り言を喋っているような感じになってしまいますので、原稿を持つ場合は挨拶と文末で顔を上げる、基本の目線に持っていく、これがおすすめです。先ほどの具体例、会社で朝礼テーマフリー、ストレス解消法について話しますという時は、冒頭の挨拶は、基本の目線、原稿あるけれども基本の目線で喋ります。で、文章のところ、文章になっているところは目線は原稿に持っていくけれども、語尾で顔を上げたりとか見渡していくというのをちょっとやってみますね。おはようございます。今日の朝礼担当は五野へみきになります。よろしくお願いします。今日私はですね、自分のストレス解消法について話していこうと思うんですけれども、皆さんは自分なりのストレス解消法ってありますでしょうか？どうでしょうか？ありますか？こんな感じですね。それから目が合うと怖い、これについてですけれども、この正解としてはですね、目そのものを見ないようにする、これがおすすめでございます。
これある程度離れていればですね、首元とか、あとは肩とかもうちょっと下ぐらいを見ていても目が合っている感って出せますので、目そのものを見ない、その一番後ろの真ん中の方を見るといっても、その方の目そのものを見るというよりもちょっとこう下ぐらい、その人のことをなんとなく見てれば大丈夫で、見渡す時も一人一人の目を見るんじゃなくて、ちょっと下の方とかを見ていればその人のことを見てるっていう感じが演出できます。ちなみにこの人前2、30人の時は5メートルとか10メートルとか距離がありますけれども、そうじゃなくてもうちょっと近い1メートルとか2メートルみたいな距離であっても、目そのものを見なくてもですね、鼻とか口元とかを見ていても目が合ってる感って出せるので、目がバチッて合ってしまった時にドキッてしてしまうっていう方はですね、目そのものを見ないようにするがおすすめです。スピーチトレーニング。続いて想定シーンその2です。200人から500人対面人前トーク。これ例えばイベント司会ですね。自分の会社でセミナーを開きます。広報として司会をすることになったとか。あとはもう本当司会者としてトークショーの司会をする、そんな時ですね。それから、全校生徒に対して校長先生が挨拶をする、そんな想定もできますし、あとは大規模な結婚式、200人とかお客様が来るような結婚式で挨拶をする、そういうすごく人数が多い時のパターンですね。基本の目線、おすすめの目線は中央です。はい。イベントホールだったら一番前のお客様がちょっと下の方になって、一番後ろのお客様は上の方になる、はい、段々になっているっていう客席ありますよね。こういうホールだと一番後ろの方の方を見ると顔が上がってしまいますので、一番前の方の方を見るとやっぱり顔が下がってしまいますので、目線というよりもこの顔がまっすぐになると、綺麗に見えますので、真ん中、そのホールの上じゃなくて下じゃなくて真ん中の方の方をこういう風にめがけて見ていけると、皆さんを見ているっていう感じに見えますね。で、このホールじゃないパターン、話し手が壇上に上がります、聞き手が下になりますという体育館パターンですね。この体育館パターンの時も基本中央真ん中を見ていくと、問題ないかと思います。これ真ん中と一番後ろとそんなに目線変わらないかなと思いますけれども、基本は真ん中ら辺を見ていると、みんなを見ているという感じに見えますね。それから結婚式の会場とかだとお客様はもう平面ですね。はい、高さっていうのが変わらないです。で、そうすると挨拶をするときにもう一番後ろの方ってあんまり見えないですね。なので中央の方をなんとなく見ていくというふうにすると問題がないと思いますね。で、人数が多い時もですね、問いかけを入れるのは効果的です。はい、おすすめですね。例えばセミナーで司会をしますという時だったら、資料はお手元にございますでしょうか。こんな問いかけを入れるといいですね。で、このタイミング、この問いかけのタイミングを皆さんを見る、ホールで上から下までお客様がいるようなところだったら、皆様本日の資料はお手元にございますでしょうか。いかがでしょうか。大丈夫そうでしょうか。それではみたいな感じですね。あとは、セミナーの司会で誰かに挨拶をもらうような時ですね。はじめに社長の〇〇からご挨拶いたします。〇〇社長お願いします。よくある司会原稿ですけれども、これは頭はお客様に言ってますね。で、お尻は本人に言ってますね。伝える相手が変わりますので目線が変わります。はじめに社長の〇〇からご挨拶いたします。〇〇社長お願いします。こんな感じですね。はい。誰に話しかけているのかということで、目線が変わってくるわけですね。はい。あとはトークショーの司会、イベントで MC をするという時はいろいろ話しかけるためにリアクションをくれる方っていらっしゃいますので、そちらの方向を見ていく。今日は暑いですね。うなずいてらっしゃる方たくさんいますね。こんな感じでリアクションがくれる方を見ていきながら、基本の目線も心がけながらっていう感じにすると、目線も綺麗、姿勢も綺麗という感じでいけますね。
で、対面の時の目線の基本というのはこの想定1、想定2でいけるかなと思います。効果的な目線としてすごく細かく計算してやるという方もいなくはないですけれども、私としてはそんなに細かく計算するっていうのはお勧めしていなくてですね、というのも人前で話すっていう時はやっぱり内容一番大事なので、内容で頭いっぱいになりますし、あとは話すっていうことは話しかけるということなので、人前で話す時であっても相手の方を見るっていうのはその会話の時と同じですね。はい、細かく計算しすぎずに基本の目線だけ押さえれば大丈夫と思っていただければと思います。スピーチトレーニング。それでは想定シーンその3です。最後ですね。オンライン人前トーク。これは、具体例としてはオンラインのミーティング、オンラインの面接、オンラインのセミナー講師、こういったオンラインの人前トークですね。基本の目線、おすすめの目線っていうのは画面に映っている自分で大丈夫です。はい。これカメラそのものを見なくても、そのパソコンに内蔵カメラついていますけれども、そのカメラそのものを見なくても大丈夫ですね。こういうビデオ撮影でもカメラのレンズそのものを見なくても大丈夫。例えばカメラのレンズそのものを見ると今こんな感じの目線になります。カンペを見るとこんな感じの目線になりますね。ちょっとカンペだと下すぎるので、大体この辺を私見ますけれども、これ今レンズそのものじゃなくてちょっと下の方を見てます。はい、それでも全然おかしくないというふうに思っていただけるかなと。多少目線が下になってもおかしくない。これはね、すごくこういうふうに下になるとやっぱり変なので、オンラインの時は自分の顔を見るぐらいがちょうどいいですね。で、オンラインミーティング、相手の顔が見えます、あるいはオンライン面接、面接官の顔が見えますみたいな時は、話している相手、画面上の相手を見るというので問題ないですね。対面で話している時と同じように今話しているその方を見ていくということで、目線そんなおかしい感じになりませんので大丈夫です。で、注意をしたいのがですね、外部カメラを使う時ですね。これ有名な方で配信の時にずっと横顔を映している方っていらっしゃいますよね。これはそうですね、ファンの方にリラックスした状態を届けたいとか、あとは誰にどう思われても構わないみたいな演出をする場合は相手のことを見ないでこうやって話すということもあるんだと思いますけれども、基本的にはいい印象を持たれたいじゃないですか。なので外部カメラを使うときはちゃんと相手が自分のことを見ているって思えるような目線にしていく。例えばパソコンに資料を映しながらそのパソコンを見ながら喋ります。外部カメラを使うっていうときはその、資料の少し上ぐらいにカメラが来ればおかしい目線になりませんので、外部カメラの場所の工夫はいりますね。で、いきなり本番ってするとどういう風に見えるのかわからないので、リハーサルを一人でできるといいですね。あとはオンラインの時のもう一つの注意点としては、パソコンのメモを見ながら話すという時、その内部カメラだけれども内蔵カメラだけれども、パソコンのメモを見るという時に、例えばデスクトップの画面だったらメモの位置が上すぎるとこうなりますし、下すぎるとこうなりますので、メモの位置をちゃんと調整してから始めたいですね。上すぎたりとか下すぎたりとかすると目線がこうやって泳ぐことになるので、これもリハーサルですね。一人で Zoom とか Teams とか立ち上げて、ちょっとだけでもいいので録画してみて、それを見てみればどんな目線になってるのかすぐわかるので、はい、オンラインの時はですね、一人リハーサルぜひやってみてください。スピーチトレーニング。はい、今日はですね、目線をテーマにお届けしました。トークの要素、私は6つあると考えておりまして、この要素の中で言うと見た目、見せ方の話ですね。やっぱり何を話すかというのは一番重要ですし、話し方も声も大事だということで、私スピーチトレーニングとしてこれを全部網羅するということを大事にしておりますので、ぜひですね、ご相談、ご受講いただけたらなと思います。あとはやっぱり目線も場数ということで解決していけることたくさんありますので、ぜひぜひ、ご受講ください。五戸美希のスピーチトレーニングメルマガやっております。
毎週メルマガ限定のラジオを配信していますので、ぜひご登録ください。動画教材もあります。マンツーマンレッスンもあります。グループレッスンはオンラインサロンで行っています。プラン一覧をご覧ください。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。